今回の動画ではですね、日本語のあるといる、この2つの使い分けについてお話ししたいと思います。まず、あるといるの違いは、生きているものとそうでもないものの存在、それを表すのか。例えば生きてる、動物だったら犬、そこに犬がいる。けど、そこに犬があるとは使わない。あるを使うときは物とかですね、生きてない、命のないものをですね、存在する。それを表すときにあるを使うのか。こんな風に聞かれるんですけれども、じゃあですね、命というのを基準で考えたときに、例えばそこにチューリップがある。これどうですか？チューリップって花で植物なんですね。じゃあそこチューリップがいるっていうと、少し変な感じを、覚えてしまいます。実はこのあるといるの区別は生きてる生きてないで考えるのではなく、動くものと動かないもの、これを基準に判断してください。例えばですね、そこにタクシーがいる、そしてそこにタクシーがある、これも文法的に間違ってない使い方なんですね。じゃあタクシーがいるって言ったら動くタクシーなんですね。そういうタクシーを表すときはそこにタクシーがいる。ところが運転手さんも乗ってません。ただ車としてのタクシーがそこにあるよと言った場合、タクシーがあるなみたいなね、ちょっと邪魔だなとかですね。また例えばですね、あのお店にマグロがある。これは動いていないマグロを表していますので、すぐ日本の人たちだったら、あそこはお寿司屋さんか、刺身か何か、食べ物のね、動かなくなったね、マグロがあるんだな、そういうふうに受け取るんですね。ところが、あのお店にマグロがいるっていうと、何？生きてて泳いでるの？こんなふうに想像するんですね。ですので、あるといるの違いは命があるかないかではなく、動くか動かないか、これで判断するようにしてください。ところがですね、こんな表現もあるんですね。ここに人あり。この時のありっていうのは何でしょうか？実はこれ古い日本語の文法なんです。生きているものも、死んでいるもの、命のないものも全てそこに存在するという意味で、古い日本語ありっていう言葉を使うんですね。現代の人がわざとその古い日本語を使う時って、どんな効果があるんでしょうか？それはすごく存在感があるとか、その人がいることによってとても影響力があるとか、その存在をすごくアピールする時にありっていう言葉を使うんですね。例えばワールドカップ、アルゼンチンが優勝しました。アルゼンチンのメッシ選手、最高ですね。まさにアルゼンチンにメッシあり。ぜひですね、皆さんもいろいろな勉強を続けて、頑張ってみてください。